おはようございます。たかしです。本日は7月8日金曜日、ただいま10時34分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日はかなり強く上昇してきました。この今は三角持ち合いですね。この水色のこのラインに挟まれた中で動いている。そしておとといが一旦下髭で戻された、そんな形になっていまして、そこから昨日続落するのか反発してくるのかっていうところですが、結果的には大きな陽線で引けてきております。で、本日そこを引き継いでまた上昇していけるのかどうかというところですけれども、現在は GMMA 付近まで戻ってきてますので、そろそろ怪しいかなとは考えております。もう少し上昇するかもしれませんが、例えばここでの小さなダブルトップみたいな、そこのネックライン付近では、また反発の下落をしてくるんじゃないかと思ってますので、上げても164円ミドル、その辺ぐらいまでかなとは考えてます。この三角持ち合いの中で動くっていうことも考えられるんですが、また基本的にはこの連続陰線の中で一本陽線が出ただけですので、まだもう少し今日の動きを見てからかなという感じですね。本日がまた強い陽線になるようでしたら、再びこの中に戻ってくるでしょうけれども、ここからまた今日陰線が出てくるという可能性もありますので、今はまだ下落に警戒っていうところで、短くは押し目買いというそんな印象でしょうか。MACD はまだ下落モメンタムを維持しております。ストキャスティクスは上昇してはきているんですが、どうも形が綺麗じゃないので、ちょっとここも気になるところですね。なので、ここからどんどん上げていくというよりも、一旦上昇するかもしれませんけれども、どこかでまだ下落してくるんじゃないかと、そんな風に見えます。では、4時間足です。今、4時間足、ストキャスティクスは高値圏ですね。過去の高値圏のデッドクロスを見てますと、ここ、比較的大きく下落してますので、そろそろ下落が来そうな感じ。ただ、昨日からデッドクロスしそうになりつつ、まだまだ上昇しているっていうところ、あと MACD が結構強いですよね。なので、まだもう少し下げるには時間がかかるのかなというところで、もうちょっと上昇余地があるのかなというふうにも見えます。GMM は昨日一旦ぶつかってそこから一旦下落したんですが、そこから再び陽線連続になってきております。今のところ陽線の方がかなり多いですよね。ですので、下落するにはもう少し陰線が増えてからというところでしょうか。現在 GMMA は下向きから横ばいに変わってきてますので、もう少し上昇するかもしれないと考えると、この紫のラインですね、165.3 付近までの上昇は考えておきたいところ。ただ、これ以上どんどん上昇するかと言われると、そんなイメージは持っていませんので、この辺付近が戻り売りのポイントになってくるのかなと見ております。それまでに陰線と陽線が交互に出るような、そんな動きをしてくれば、この辺付近、165円付近っていうのは戻り売りになってきそう。ただ、この紫のラインを超えてくると、今度はこの水色の平行チャンネルの上限ぐらいまで上昇してくると思いますので、その辺が次は戻り売りポイントかなと見ておりますが、そうなると次はここでの逆三損みたいのを描いて上昇という風にもなっていく可能性を考えます。ただ、基本的にはまだもう少し下げ余地があるとは思ってますので、今は、ここからのロングを狙うというよりも、もう少しこのストキャスティクスの過熱感が解消してからロングは入っていくのがいいのかなと。今のところじりじりと上げてきておりますけども、今4時間足は高値圏にありますので、買い足のストキャスティクスが安値圏に入ったところぐらいでのゴールデンクロスを待ってのロングエントリーなんかが、比較的取っていけるのかなとは考えますけれども、また急落とかもあり得ますし、今夜は雇用統計がありますので、それまでは分かりにくい動きをするかもしれませんので、その辺は注意が必要です。では1時間足です。昨日はここからスタートで一度下を目指したんですが、結局は大きく上昇してきたというところですね。で、ここで一旦上髭をつけたんですけれども、ここ、フィボナッチリトレースメントの 38.2% ですね。この青いライン、163.2 付近。この辺で一度下落はするんですが、結局、また切り返してきて、そこの高値を今超えてきてます。ただ、上げ方がじわじわとしているところ、そして先ほどですね、大きな陽線が出てるんですよね。これちょっと気になるところです。このじりじりと上げて、この横ばいになったところから大きく吹き上げた、そこからの下落っていうことも考えられますので、今ここからロングで乗っていくのはちょっと怖いので、一旦はストキャスティクスが安値圏に来たところでのロングエントリーを待ちたいところですね。もしくはこの GMMA 付近まで下げてくるところ、それかここの青いライン 163.2 付近まで下落してきたところからの押し目買いを狙っていくのがいいと思いますが、今のこの上げ方は、本日の高値になる可能性もありますので、その辺は注意が必要です。
基本的にはまだ下げるとは思ってるんですけれども、今すごく上昇が強いのと、この地利高っていうのはすごくやりにくいと思いますので、一旦は手を出さないのがいいと思ってます。そしてこういった急騰ですね。これ5分足とかでは見ると、比較的大きく急騰して急落ってしてるんですね。なので、急騰した場面では、その上げ止まりを待って、次の下落を狙っていくのがいいと思いますし、もしこの紫のラインまで上がってくるようなことがあれば、ここでの上げ止まりを待って、そこからのエントリーをしていくのがいいと思います。その場合は、この、165.277 がこの、高値ですので、そのちょっと上ぐらいに損切りポイントを置いて、ここでのダブルトップを狙っていく。で、ここを超えてくると次はこの先ほど、4時間足で言ってました、この平行チャンネルですね。この水色の平行チャンネルの上限ぐらい。今ですと、166円のミドルぐらい。この辺まで上がってきたところではまた再びここは意識されてくると思いますので、その辺での戻り売りっていうところでしょうか。一旦本日は強く上げてくる可能性もありますので、押し目買いでも短期的にはいいとは思いますけれども、その場合は1時間足もしくは15分足とか、買い足でストキャスティクスが安値圏に来たところを狙っていくのがいいと思ってます。今はここが高値になってここから下落する可能性もありますので、そこは注意が必要とは考えますし、急騰が起こった時はそこが天井になる可能性も疑っていきたいところですね。本日は金曜日ですので無理のないトレード、そして雇用統計発表前というところであまり値動きが出にくい、そして雇用統計では乱高下する可能性もありますので、その辺は考慮してトレードしていく、もしくは今日は休みでもいいかもしれないなと個人的には思っております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。